こんにちは。今日はこの既製品のハンドルを使ってバッグを作っていきます。これは竹風で、実際にはポリエチレンでできています。これは一つずつ売っていて、今回は2つ使うことになります。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのアクリルヤーンの白 50g で90メートル。これを今回2本一緒にして編んでいきます。2本一緒にした場合の太さはだいたい 3.5 ミリぐらい。この糸を使います。これはセリアさんの竹風のハンドル。大きさは縦が11センチ、横が15センチ。これを2つ用意します。針は15、6ミリを使います。あとはマーカーととじ針を使います。まず作り方を説明します。こんな感じで往復編みで帯状に編んでいきます。この部分は細編み、この部分は中長編み、この部分は細編み。この幅よりも細編みは少し狭くなるように編んでいます。これを2つに折ってこの部分をハンドルに縫い付けます。そうするととても可愛い形になります。まず鎖編んでスタートします。まず鎖編みをします。鎖の数は62。62でだいたい55センチ。これを目安にして編んでいきます。2本の糸を一緒にして鎖を編んでいきます。この鎖は少しだけゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。私はここでは小さく編んでいきます。実際には62。まず細編みを編んでいきます。普通の細編み。鎖1つと1つ戻って2つ目に細編み。これは裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み、1つ目、次も細編み、次も、次も、このまま端まで細編みを続けます。端まで編んできました。次は2段目。2段目は細編み、中長編み、細編み。実際には端から細編み10個。ここにマーカーをつけます。反対側はこっちから数えて10個。この間が細編みになります。この間は中長編み。この境目にマーカーをつけます。実際には10個ですが、私はここでは小さく編むので、端から5個にマーカーをつけます。実際には10個です。2、4、5。これが1、2、3、4、5。これが10個目と見てください。こっちも端から数えて1、2、3、4、5でマーカーをつけました。次は2段目。裏返してまず細編みから始めます。
細編みをするので、鎖1つ、裏返して2段目、鎖の根元に細編み。普段はこの2本の糸の下に針を入れるんですが、今回は2本あるうちの向こう側1本、これで細編みをしていきます。2本あるうちの向こう側、これで細編み、1つ目の細編み、次も同じ。次もマーカーをつけたところまでこの細編みをします。でこれは実際には10個目の細編み。またマーカーをつけておきます。次から中長編み。中長編みは絡めて、でまた2本あるうちの向こう側1本、ここに中長編み、糸を出して3本を一度に引き抜きます。これで中長編み。次も同じ。向こう側、中長編み、次はマーカーのところ、細編みをしていきます。また2本の向こう側1本、次もでマーカーは付け直しておきます。でこれが最後の細編み。最後の細編みだけ2本の糸の下、ここまでは1本で、ここは2本、端だけ2本の糸の下。これで2段目が終わりました。次は3段目、鎖1つ、ここと同じです。2本あるうちの向こう側1本、端はずっと、この部分はずっとこの細編みをしていきます。でマーカーのところも細編み、で次からまた中長編み。この中長編みはさっきは向こう側1本をすくったんですが、ここは2本の糸の下、普通の中長編み、中長編み、次も2本の糸の下、普通の中長編み、このまま次のマーカーのところまで編んでいきます。これで編んでいく方がこのラインがきれいに出来上がります。マーカーのところは細編み、向こう側1本、
端の細編み、ここは2本の糸の下、これが3段目、次は4段目、ここと同じように編んでいきます。鎖1つと細編み、ここはずっと同じです。で、ここと同じなので、この2本あるうちの向こう側1本の中長編み、中長編み、段数が偶数の時はこの向こう側1本の中長編み、奇数の時は普通の中長編み、これで編んでいきます。端まで編んでいって、また細編み、ここまで編んでいきます。5段目のマーカーの次から編んでいきます。ここは2本の糸の下に針を入れて中長編み、奇数段はこの2本の糸の下、このままマーカーのところまで、ここからは細編み、最後の細編みは2本の糸の下、2本の糸の下で、また鎖1つで裏返して細編み、中長編みと編んでいきます。このまましばらく編んでいきます。24センチ編んできました。段数は19段、細編みの部分は17センチで、今最後は2本の糸の下に中長編みをしたところ、最後に細編みで1段編んでいきます。普通の細編みをします。鎖1つ、鎖の根元で2本の糸の下、普通の細編みをします。次もこのまま端まで編んでいきます。この中長編みのところでも同じ細編みで端まで編んでいきます。細編みを1段編んできました。最後は糸を切ります。この糸端は少し長めに残しておきます。次はマーカーをつけます。ここから測ってだいたい13センチの位置、これは細編みの数を数えると16、こっちも同じ位置にマーカーをつけます。これがバッグになった時の開きの大きさになります。これぐらいでよかったらこれぐらいにマーカーをつけます。で、マーカーのところから底まで縫っていきます。で、裏を上にします。こっちは表、このラインがあるところが表、こっちは裏、裏を上にして左右どちら側からでも大丈夫です。マーカーのところ、2本の糸の下、向こうも
こで結んでしっかりとさせます。でこの糸端は後で隠しておきます。同じところにもう一度で次から一つずつ縫い合わせていきます。さっきと同じ2本の糸の下、向こうも次もこのまま端まで縫っていきます。端まで来ました。最後ももう一度針を入れてしっかりとさせます。あとはほどけないように隠します。でこれも隠して向こう側も隠します。最後にハンドルを縫い付けます。こんな感じになります。今裏が上の状態、こっちは表で、残していた糸を使って縫い付けていきます。なかったら新しい糸で縫っていきます。今糸が出ているのはここなので、こっちから縫っていきます。で少し簡単に縫ってからちょっと戻って縫っていった方が整いやすいと思います。私はここを短くしてギリギリでギュッと縫っていきます。今ここから糸が出ているので、これぐらいの幅でギリギリで縫っていきます。でもう一度でこっちの模様が綺麗に見えるように縫っていきます。たまに戻ったりしてなるべくしっかりとさせます。表も確認しながらこのまま端まで縫っていきます。でこの長さの方が長いんですが、これをギュッと縫っていってなるべくこの幅に収まるように縫っていきます。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。使う時にはふっくらと広がってとても可愛いシルエットになります。
サイズを測りました。上から下まで26、横幅27、使った糸の重さは 220g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。